こんにちは。今回は簡単な編み方だけど超かわいいマフラーを編みました。黒っぽいシックな色だとかっこよくなると思います。はい、今回使用した糸はこちらのダイソーさんのアクリルヤン、アクリル 100%、 色はオフホワイトです。材質はアクリル 100%、 55g 玉巻きの115メートルですね。はい、そしておすすめのかぎ針は、8号となっております。そしてこちらが、セリ屋さんで購入したニッケさんのバプールサンド、わかんない、バプール、はい、空気を含んだ柔らかタッチ、色目が変化する毛糸だそうです。めっちゃね、でも本当に柔らかくて、なんかね、色かわいいです。パステルカラーみたいな感じですね。はい。で、材質はポリエステルが 60%、アクリルが 22%、ウールが 13%、ナイロン 5%ということになってて、かぎ針おすすめは6号から7号となっておりますね。20g 玉巻きの83メートル、こちら83メートル、こちらが115メートルということでですね。ちょっとまだわからないんですけど、こちらを2つ、こちらを結局4玉ですかね、半分ぐらい残ったんですけど、4玉使ったという感じになりました。はい、めっちゃかわいい、こんな糸です。こちらの 10mm かぎ針で編んでいきます。2本取りですね。小指の方にかけて、そしてこうですね、こういう風に人差し指のところにこうかけて、そしてくるっと回して、ここでこうね、ここを押さえて交差させて糸をかけて引き抜きます。はい、そしてここからですね、鎖編み1、こうちょっと糸をこうしてかけて引き抜きます。少しね、大きめの方がいいかなって思うので、ちょっとこう引っ張ってあげて。模様編みは3目で1模様なので、3の倍数プラス1で調整できます。今123456789101112、じゃあ4でしましょうかね。すいません、ちょっと編み方だけ別に、はい、説明しますので、12目、実際は24目プラス1で25目、実際はこれ25、私の場合編みました。でこれは模様編みを4つしようかなと思って、4、3、12足す1で13、に白の葉の10、11、12足す1ですね、13。はい、ここです。で編み方に今から入りますね。ここちょっと最後の目を押さえておいて、で鎖編みをですね、1、2、3、4つします。そしてこの一番最後っていうか、こっちからいったら5個目のね、このプリプリプリとこう上がってある、ここを裏山と言って、ここを拾っていくんですよね、最初ね。でここ1234で 5個目の裏山、ここに針を入れてですね、
中長編みの玉編みっていうのを編みます。ですね、糸をかけてこの裏山に針を入れて引き抜きますね。中長編みの玉編みというのをするので、ここまででこれで今1回です。でこの時にちょっとこうプッとねプリッとするために少し多めに、ここと同じぐらいの長さでいいんですけど、ここまでこう引っ張ります。でこれを3回するので、ちょっとここで押さえてあげて、そうしないと短くなっていくんですよね。でまたこうかけて、こうかけた時にまたここを押さえてあげて、そしてここの中に同じところに入れてまた引っ張ります。はい、そしてもう一回またこうかけた時にまたここを持ってこう押さえてあげる、ね、入れて引き抜きます。はい、そして糸をかけて、何本ですかね。2本取りをもう1本とか数えますね。1、2、3、4、5と6、そして最初の7、全部で7本あります。それをいっぺんに引き抜きます。はい、そしてこの山ですね、裏山のこの2つを飛ばして、次の裏山の目、そこに長編みを糸をかけて長編みを編みます。長編み糸をかけて、ここで1回引いて2本引き抜いてまた2本引き抜きます。はい、こんな感じですね。はい、これが一つの模様なんですけど、そしてまた次ですね、鎖を1つして、そしてこの同じ中長編みの玉編みをまたこの同じところに編みます。でその前に編むところはもうここだけなんですよね。模様編みの一つとしては長編みをして鎖編みを一つして、そしてまた糸をかけて同じところに行きますね。そして引っ張ってきて、今1回目、ここで2回目で3回目、はい、これで何本かって言ったら1、2、3、4、5、6、7本ですね。ここまで入れて、これをこう針を下に向けてこう引き抜きます。はい、そして次は裏山を1、2と飛ばして糸をかけて、こう2つ飛ばした先に長編みです。裏山の長編みです。はい、そこにこうですね、こんな感じになるんですよね。はい、でこの長編みがこれなんですよね。だからここにこれを一つ、これが一つの模様になるわけですよね。今長編みを編んだら、その後は必ず鎖編みで少しこう V にするみたいなね、鎖編みを一つ間に入れて、そしてまた中長編みの玉編みですね。これで1回2回3回、はい、だいたいこう同じぐらいになったらですね、1234567ですね。でまたここでキュッと、はい、そしてこの後はすぐ編みたくなるんですけど、
この後はこのままでいいんですよ。そして2つ飛ばして次のところに針を入れて長編みですね。はい、そして長編みの後は鎖編みですね。そして同じところに中長編みの玉編みです。1、2、3、はい。そしてここは7本、1、2、3、4、5、6、7ですね。はい。そしてこれをキュッと引き抜きますね。はい。そして最後になります。最後を2つ開けて、ここに長編みですね。はい。この長編みまでで最後もここの裏山に入れますね。はい、こんな感じで。可愛いんですよね。なんかふわふわしてて、でまた鎖編みを次は2段目ですね。同じ編み方です。もうこれだけなんですよ。なので本当に簡単で可愛いと思うので、はい。でまた1、2、3として4ですね。そしてまずここの真下に長編みの後は鎖を1つですね。そして同じところに中長編みの玉編みですね。1、2、3、はい。そしてこれをいっぺんにキュッと引き抜きますね。はい。そして次はですね、もうこの2つを飛ばしてここに側で入れます。長編みです。はい。そしてもうここにまた長編みの後は鎖編みを1つして中長編みの玉編みなので1、2、3目のね、3目の玉編みです。はい。こうして、はい。でこの後はなんか編みたいけど何も編まなくて、この長編みですね、前段の言えば長編みの後の鎖編みのところ、そこに入れます。はい。長編みの後のところに入れます。そこに長編みを編むんですね。そのまますぐ長編みを編んで、長編みの後は鎖編みを1つして、その後はここに中長編みの玉編み1、2、3です。そしていっぺんに引きます。でこの後ね、なんか編みたくなるんですけど編まなくて、長編みのところにちょっとね、長編みの後の鎖編みのところに長編みを編みます。はい。そして鎖編みをして、長編みの後は鎖編みで、鎖編みの後に中長編みで、編むところはこの1箇所だけだから簡単、割とね覚えやすいと思います。はいね。もうこれでねザクザク進むんですよ。しかもそれで可愛いと思います。そしてここはですね、これは土台で1、2、3っていうか、まあこの次の目でいいと思うんですよ。ここのここに針を入れて長編みです。上2本取っていいと思います。この鎖編みの
裏山と上の1本、その間ですね、その下と上を2本取って下を1本にして、ここに針を入れていいと思います。はい、2段目ですね。もう同じなんですけど3段目です。1、2、3で4にして、そしてまず真下のここに中長編みですね。そうまずここ鎖3つ立ち上げた後、長編みの後が鎖編みなので4つ目の鎖をして、そしてこの同じ真下のこの穴ですね、そこに針を入れて中長編みの玉編みです。1、2、3、そしていっぺんにキュッと引っ張ります。そして2つ開けて、ここですね、長編みの後の鎖編みのところに長編みです。長編み、そして鎖編みを1つして、その後はまた中長編みの玉編み、1、2、3ですね。はい、そしてここでなんかこうしたいんですけど、もうここは何もしなくて2つ開けて鎖編みのスペースに長編みをまず1つ編んで、長編みの後は鎖編みをして、その後は中長編みの玉編み、1、2、3、はい、そして開けて2つですね、ここ2つ飛ばして、この前段の長編みの後の鎖編みのところのスペースに針を入れて長編み、そして鎖を1つして中長編みの玉編み、1、2、3、はい、そしてここですね、これ前の目と考えて1、2、3、ここでこの1本でいいかな。まあだいたいその辺のところを取れば大丈夫です。はい、こんな感じでね、こう見た時に1、2、3でここでいいと思います。こんな感じでしてきましたので、そう一番最後の目の隣ぐらいな感じで、編み方はもうこの編み方をずっと編むだけです。これを実際は25目目を立てて編んでいきました。はい、編んできました。そして最後のとこなんですけど、長編みの後に中長の玉編みですねして、そしてそのままこの3つ目の鎖編みのここに入れて、そして長編みをして、すごいな。まあこれでね終わろうかなと思っています。はい、これちょっと大丈夫かな、マイク。はい、一応これでここハサミ切って、もうこの長さで終わろうかなと思います。はい、ちょっとね最後ギリギリすぎるかもしれない。まあこれで、はい、こっちからこう編んでいって、ですね、こう14段のところで、こちら側のカラフルな色、何だっけ、
こちらが、ここの14段ぐらいでなくなったんですよね、途中で。はい、白の糸は24段の途中でなくなったんですよ。なのでちょうど最後まで行きました、ギリギリで。このアクリルヤーンの方は2玉ですね、全部使い切って。でこのバプールですかね、こちらは、3玉使って4玉目を開けて、そしてこうグラム数測ったら5グラムだけ使ってる状態でしたね。なので結構余ってます。はい、何かの参考になればと思います。はい、糸始末をしていきますね。こっちが表になる感じですね。この最初のここのね目の感じから見ると。なので一応この編み始めのこの糸が左下に来る方が表です、大体は。なので、こちら側が裏ということで、裏側の方にこういう風にとじ針でですね、糸を通して、そしてもうねこうただ生地の中に隠していくという感じなんですよね。どこでもいいんですけど、目立たないように生地の中に隠していって、これ編み始めの糸でこれから溶けてくるとかいうことはもうまずないと思うので、はい、そうですね。こちら側にいっといた方が目立たないかなという感じ。そしてこの糸はですね、いろんな色がね出てるので、その同じような色のところに持っていって、そこで糸を切るという方が目立たないかなと思います。はい、そうですね、こんな感じで全ての糸をですね処理していきます。一応裏の方に、裏と思われる方に、どっちでもいいんですけどね、一応裏と思われる方に統一した方がね。でこういうふうに2本ですね、もちろん一緒にしてもいいんですけど、別々にちょっとかさばるかなとかもし思うようでしたら、もう別々に別方向に処理して何も問題ないので、もう全ての糸をですねこんな風にですね、この編んでいる生地の中に中を通して時々は方向を変えたりとかですね、いろいろしながら、同じような色目のところで糸を切るということですね。もうそれを全部の糸でしていきます。あとは省略させていただきます。それではちょっと採寸をしていきますね。幅は25センチ、25目目立てで25センチだから、1目が1センチぐらい、10ミリで編むとだいたいそんな感じになる気がします。でちょっとね、これ最初の方がですね、やっぱりね編み方が緩いんですよね。慣れるまでふにゃふにゃしてて、26センチぐらいあるかな。ここだけちょっと広がってる感じがあるけど、25センチぐらい幅ですね。で長さが半分に折って57センチぐらいですかね。114センチですかね。だから全体にするとですね。それでこんな感じでね
伸びたりします。そして結構こう分厚いので、こう結んだりするとすごいボリュームになるんですよ。首の周りで半分に折ってですよ。こうするともうね、なかなかこういう感じになるとすごいこうボリュームがねめちゃくちゃあります。なのでこれを模様編みが2、4、6、8でしたよね。これを5とか4とか、この半分ですよね。4とかにして2メートルぐらい編むとかね、そういう感じで2周ぐらい巻いても可愛いかもわからないですよね。これに半分に折るとものすごくボリュームが出るから、巻くだけだと巻けるけど結ぶことは結構難しいかもですね。巻くのはできるかもですね。それとか半分に折ってここに入れてキュッて絞るっていうの写真を撮りましたけど、これはできそうな感じがしました。めっちゃあったかいと思う感じ。それとかこういうの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 とかできました。あとこうフリンジもねちょっと考えてやってみたんですけど、なんか全然可愛くできなかったので、今回はもうこのままにしました。糸が余ったからもうちょっとと思ったりしましたけど、このマフラーにフリンジは合わないかなとなんか思いました。これはもうこれでベストの状態だと思いますめっちゃ可愛いんですけど割と簡単にできます。いかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。